皆さんこんばんは。人間パワースポッターアキラのスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、この3つの苦手感覚があれば、あなたは霊感が最強な人ということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルではですね、いつもスピリチュアルをもっともっと理解して自分の直感力を高めていって、そして人生にミラクルを引き寄せる、そんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、霊感というのはですね、誰にでもあるものなんですね。私は霊感がないんですっていう方、たくさんいらっしゃいますし、僕のカウンセリングとかですね、YouTube に来てくださる人も、私霊感がないんですっていう方がいらっしゃるんですが、霊感っていうのは誰にでもあるものなんですね。で、この霊感をですね、やっぱり気づいていない人っていうのは多いわけなんです。ただ僕から見てるとですね、なんかこの人霊感強いなとか、こういうの霊感って言うんだけど、この人は感覚として分かってないんだなっていうことって結構あるわけなんですね。で、この強い人っていう方もいらっしゃるわけなんですよ。いや、この人めちゃくちゃ感じてるじゃんとか、めちゃくちゃ見えてるよねっていうような時とか、ポロッと言わされてるよねっていう人とかいるんですけども、自分がですね、霊感が強いっていうことに全く気づかず、またはそこに意識が向いてないがゆえにですね、結構苦しんでいたり、わけがわからずにですね、悩んでいる人っていうのが多いわけなんですね。例えばですね、僕の母親は結構霊感が強い方なんですけども、自分では全く気づいていない方なんですね。人なんですね。で、それで何が起こってるかっていうと、昔よくあったんですけども、よく人混みとかに、人の多いところとかに行ったりですね、なんかすると、わーっと急に体調が悪くなってですね、家に帰ってきて寝込んでしまうということが結構あったわけなんですよ。で、今考えるとですね、母親っていうのは霊感が強くて、いろんなエネルギーを感じ合ってそういう風になってたんだなっていうのがわかるわけなんですけども、本人も全然気づいてませんし、僕は子供の頃そういうのにあんまり気づいてなかったので、なんでこんなことが起こるんだろう、こんなことが起こるんだろう、どうしてなんだろうって心配したりしてたわけなんですね。こういうことが多く僕たちにも起こっているということです。はい。ですから、この原因っていうのをちゃんと分かっていくっていうことってすごく大切なんだと思うんですね。例えば、体の調子が悪くて、調子が悪いのか、それともそういうスピリチュアル的なエネルギーを感じて、体調が悪くなってるのか、ということはですね、分かっているといいですし、両方調べることが大切なので、その両方調べてですね、こういうことが起こってるんだっていうのを分かると、不安も減っていくと思うんですね。はい。ということです。今日はですね、この3つの苦手感覚があなたがもしあればですね、これはあなたが霊感が強いということを3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目。1つ目はですね、リサイクルなものが苦手ということです。これね、リサイクルっていうのはいろんなものがあります。古着とかですね、または古本もそうですし、骨董品とかですね、そういうものってありますよね。もっと、大きいことで言うと、家とかもそうですよね。誰かが住んでて、今、私が住みますみたいなことってあると思うんですが、こういうふうにですね、以前誰かが使っていたものを再利用するっていうのはですね、実は、地球的に見るとですね、すごく大切なことだと思います。今、再利用することでですね、資源を守っていこうとか、そういう活動があるし、それはすごく大切だと思うんですが、このリサイクルするときに気をつけないといけないのは、やっぱり前に使っていた人のですね、気持ちとかエネルギーというのがそこに宿っていたりするわけなんですね。で、あんまり霊感が強くなくて感じない人っていうのは全然そういうの分からなくて普通に、これいいもの見つけたっていう感じでできるわけなんですけども、これがですね、怖がる必要はないんですよ。でも、やっぱり強く感じる人もいるわけなんですね。例えば前に持ってた人がすごく何かに悩んでいたとかですね、っていう時があったりすると、そのエネルギーを感じてなんでこの元気がないしんどくなるんだろうっていうようなことがあったりするわけなんです。で、こういうリサイクルを持ったりしてですね、感じたりする人、なんか知らないけど悲しくなっちゃうとか、なんか知らないけどしんどくなっちゃう。
こういう人っていうのはかなり霊感が強かったりするわけなんですね。はい。ですから、だからってリサイクルが悪いということではないので、そのエネルギーを感じたら、例えば浄化をするとかですね、粗塩で清めてあげるとかっていうようなことをしたりするとですね、そのエネルギーが、なくなったりとかっていうことで自分が使ったりしても大丈夫だったりするわけなんですね。はい。ですからこのリサイクルが苦手という方は実は霊感がめちゃくちゃ強かったりするということです。そして二つ目は、人の集まるところが苦手ということですね。これ人がたくさん集まるところってありますね。例えば、教会とかですね。またはなんていうんですか、お祭りとかそういうところですね。そういうところっていうのはやっぱりいろんなエネルギーが集まってくるわけです。で、それだけ人が来るってことは、その人についてですね、いろんなエネルギーが集まってくるわけです。例えば、その中にはすごく誰かに怒っててですね、そのままその会場に来たっていう人もいるでしょうし、体調が悪いけども、仕方なく来たっていう人たちもいると思います。で、こういう体調の悪い人のエネルギーがやっぱ残っていたりするわけなんですね。あとは、何かについてですね、すごく悩んでどうしようと思ってる、ね、そういう時のエネルギーっていうのが、そのままその場所に残ってしまうということがあるわけなんですね。で、霊感の強い人がその場所に行ったりすると、そのエネルギーを感じてですね、なんか知らないけど体調が悪くなるとかです。なんか知らないけど寒気がするっていうようなことがあるわけなんですね。こういうことを経験した人っていらっしゃると思うんですが、そういうことが起こったりするわけです。だからそういうものに対してなんか怖がってしまう。強い人っていうのは怖がってしまったら何が起こってんだろうっていうのがわからないときっていうのがあるんですけども、そういうですね、誰かのエネルギーを感じているということが多いわけなんですね。はい。ですからこのようにですね、人が集まるところが苦手っていう人は、実は霊感がすごく強いということなんですよね。じゃあこういうふうになる人ってどうしたらいいのかって、いろいろ方法はあるわけなんですが、例えばこの僕の持ってるですね、こういう数珠ですね、水晶の数珠とかを持ってですね、プロテクションとして持っていくっていうのも一つの方法だと思います。そういうようなことをやってですね、自分を守るというようなことをやって、行ったりするということも一つの手段だと思うんですね。はい。ぜひ、その辺のところを感じる人は霊感が強いと思っていただきたいと思います。そして、三つ目は、事故の後の喧嘩などされているところです。こういう道でですね、たまに喧嘩されてる、事故があって亡くなられた方がいらっしゃるっていうところ、昔はですね、やっぱりそういうところに行くと霊感のある人とかが、亡くなった人の姿が見えたりっていうこともありました。今でもあると思うんですけども、そういうものを見えたりですね、亡くなった人の霊が見えたり、または、やっぱりそこに喧嘩をされている人っていうのは、この大切な人が亡くなってですね、すごく悲しい思いでそこにいらっしゃったっていうこともあるわけなんですね。だからそういうところにやっぱり悲しいエネルギーが残っていたりするわけなんです。だから霊感の強い人っていうのはそういうところに行くとやっぱり感じてしまってなんか知らないけど悲しいとか、ちょっとしんどくなってしまうということがあるということなんですね。こういうふうに感じる人はすごく霊感が強いわけなんです。で、特に大きな事故があったりするじゃないですか。列車事故とかね。そういうところに行くと、そこに関わる人とかですね、たくさん喧嘩しに行ったりします。ああいうものにですね、やっぱり知り合いの人で参加するということはありますが、霊感の強い人っていうのは、あえてそういうところに行くと、やっぱり悲しいエネルギーを感じてしまうので、長居しないとかですね、自分のさっき言ったプロテクションを持っていく、つけていくというようなことで、行くっていうようなことを前もってやられることをお勧めするわけなんですね。はい。または行かなくていいところであれば、あえて行かないっていうのも一つの方法だと思うわけなんですね。こういうふうにですね、事故の後の、喧嘩しているところ、やっぱりそういうところ、亡くなった人の悲しい思いとかあるところっていうのをすごく感じたりするわけなんですね。でもそれは、誰かが悪さしているとかではなくてですね、そのエネルギー、悲しいエネルギーを感じてしまっているということでもあるわけなんです。はい。ですから、この霊感の強い人っていうのはこういうところをですね、ちゃんと分かっておくといいと思いますね。こういうふうに霊感の強い人っていうのはすごく周りのエネルギーに敏感だったりするわけなんですね。ですからそのエネルギーに対してですね、どういうふうに対処していったらいいかっていうようなこととか、何が起こっているかっていうようなことをですね、やっぱり、学んだり、知っていってですね、自分の
何が起こってるかということを理解されると、自分の怖さがなくなるので、ぜひやってみていただきたいと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとかゲイのこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてこちら、じゃーん !7 ヶ月のアキラの霊性開花学校というのがあります。今お話ししたような、私霊感が強いんだけど、何が起こってるのかわからないっていうような方って結構いらっしゃったりですね、誤解してる方もいらっしゃるわけなんです。はい。そういう方にぜひ受けていただきたい。私の直感力を高めたりですね、またはそういう見えない世界、スピリチュアルな世界をもっともっとより理解したい人におすすめです。ぜひ概要欄を見ていただき、参加していただければいいかなと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈ってミラクルラブ届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。